おさらい。ビクトリーズのマシンを揃えるべく、開発中のグランプリマシン。これまでの開発で、サイクロンマグナム、プロトセイバーエボリューション、ハリケーンソニックの3台が形になっている。次はスピンコブラを作ろうとしたのだけど、そこからかなり時間が経ってしまった。というのも、ハリケーンソニックはアニメの再現度が高かったので、スピンコブラもアニメのようにステアリングを、と思って色々考えていたら、なかなか先に進めなくなってしまった。決してルール無用 JCJC に夢中になっていたわけでは。4駆でステアリングを実現するには、シャフトの向きを変えつつ動力を伝達する必要がある。市販のラジコン等を参考に色々な方式で試作してみて、ある程度方向性は見えてきたのだけど、ここで大事なことに気がついた。当初の目論見と違うので最初に掲げたコンセプトでは、ボディの互換性を重視したシャーシ、としていたけど、ステアリング式にすると互換性が低くなってしまう上に、加工が難しくて複数台作るのには向いていない。ので、まずは汎用シャーシの開発を進め、ステアリング式は、専用設計としていずれ挑戦しようと思う。となれば以前開発したシャーシに、スピンコブラのボディを乗せるだけなのだけど、それでは物足りないので、プログラムを改善しつつ、シャーシも少しアップデートしてみる。というわけで開発を開始する。まずはマシンの頭脳となるコアユニット。これは前回と同じ材料を使用。配線するとこんな感じ。この組み合わせは成熟してきたので、変化がなくなってきた。マイコンに書き込むプログラムは、以前実装した4つのパラメータ方式をベースにアップデート。細かい調整や演算方法は説明がややこしくなるので省略。一番大きな修正点は、高速時に曲がりにくくなる、という点。減速せずに曲がろうとすると、アンダーステア気味になるので、コーナーでちゃんと速度を落とさなければならない。逆に言えばカットビマシンでもしっかり減速すれば、ある程度タイトなコーナーも曲がれるようになる。ちなみにスピンコブラのパラメータはこんな感じにしてみた。同じコーナリングマシンのハリケーンソニックと比較すると、スピンコブラの方が若干コーナリング速度は劣るものの、小回りが効くという設定。このあたりは完全に個人的な印象で味付けしているので、人によっては違和感があるかもしれない。プログラム書き込み中。次はシャーシ。基本構造は前回と同じなので一気に組み立てる。進化ポイントは、簡易サスペンション。開発当初からの問題点として、フロントのカバーがへたると隙間ができてしまう、ということがあった。今まではとりあえず適当な輪っかで押さえていたのだけど、押さえの硬さを調整すれば衝撃を吸収できそうだったので、柔らかい素材で専用パーツを作ってみた。段差などで衝撃が加わっても、ある程度は吸収できる。あまり動く速度への影響が心配なので硬めに設定した。続いてはボディ。プレミアム版をそのまま乗せても良いけど、せっかくなので透明なリアルミニ四駆版を使用する。まずは塗装。キャノピーとライトは透明のまま。シールをペタリ。これを先ほどのシャーシに搭載すれば、グランプリマシン、スピンコブラ、完成だ。フロントにビクトリーズのマークを入れてみた。メカパーツの中に本物の基板と配線がちら見えしている。さらに中の LED が見えるのも透明キャノピーの良いところ。もちろんフロントの開閉ギミックは健在で、2パターンの開き方ができるぞ。テスト走行行ってみよう。まずはプログラム変更で実装したコーナリングの確認。低速時にはこれくらいの回転半径だけど、速度を上げていくとだんだん回転半径が大きくなる。例えばこのマーカーでターンする場合、しっかり減速すると小さく曲がれるけど、減速しないで突っ込むと大きく膨らんでしまう。ちょっと実写の動きに近くて熱い。次は適当に作ったテストコースで比較してみる。まずはプロトセイバーエボリューション。GO！すべてのパラメータが平均的なエボリューション。速度を落とさないと曲がれないのでゆっくり走る。手前のストレートでタイムを縮めたいけど、あまり距離がないので最高速度まで使い切れない感じ。
3周のタイムは 15.63 秒。次にスピンコブラ。ゴー。小回りが利くのでそこそこの速度で曲がることができる。それとコーナーのライン取りが自由なので走らせやすい。一方でストレートの伸びはいまいち。タイムは 14.70 秒。重ねてみるとこんな感じ。コーナーでスピンコブラが前に出る。ストレートでエボリューションが追いつきそうになるけど、またコーナーでスピンコブラが引き離す。そしてそのままゴール。別のコースでも走らせてみる。エボリューション行ってみよう。ゴー。先ほどのコースと違ってストレートがメインなので、おっと危ない。曲がる時だけ減速して、ストレートは速度を出すことができる。途中ミスがありつつも、タイムは 15.30 秒。続いてスピンコブラ。ゴー。相変わらずコーナーは申し分ないけど、ストレートの速度が頭打ちになってしまう。なるべくイン側を走って少しでも走行距離を短くするも、このコースだと本領発揮できず。タイムは 16.20 秒。重ねてみるとこんな感じ。ストレートでスピンコブラが引き離される。エボリューションのミスで一旦は追いつくけど、3周目のストレートでやはり離されてしまい、そのままゴール。最後にアスファルトで走らせてみる。天候は曇り、路面はドライ。ゴー。路面が荒いのでマシンが暴れ気味。フロントのカバーがパカパカしている。最高速度が控えめなのでリカバリーはしやすいけど、中空タイヤに変えた方が良かったかも。広いところで走る際は、ほぼアクセル全開になってしまうので、この手のシチュエーションでも操作が楽しくなるような、専用プログラムを検討してみるのもありかもしれない。ちなみに以前はスマホを低く構えて、追いかけつつ撮影していたけど、今回は自撮り棒の先端につけた360度カメラで撮影してみた。撮りやすいけど時々カメラの境目で歪みが出てしまう。このあたりも色々試して良い方法を見つけたい。今回は久々のグランプリマシンの開発。プログラムの細かいアップデートとシャーシの改良。そしてスピンコブラのボディを作った。それと減速しないと曲がりにくい設定はなかなか良かったけど、まだまだ細かい調整ができていないので、今後の開発でブラッシュアップしていこうと思う。おまけ。ドリフトタイヤで走らせてみる。おお。アニメのようなサンダードリフト走法はできないけど、ゼロカウンタードリフトならできるぞ。ただし今回のプログラムだとちょっと操作が難しい。速度によってマシンの向きの変わり方が違うのが厄介。ドリフトで遊ぶ時には、専用のプログラムを入れた方が良いかも。